皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで読み上げ音声をね、今回は鈴木環奈女流三段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私先手ですね。対局開始。さあ、相手の方四間飛車ということなので、振り飛車かな。あ、居飛車でしたね。意外でしたね。まあこれはじゃあ私の矢倉でいってみましょうか、今回は。あ、8五歩と決めてきたので、まあ急戦調の矢倉になりそうですね。やはり7四歩とついてね。これはね、早い将棋なんですよね。ここね、7三桂でしょうか。まあ非常にね、こう積極的な指し方でね、まあ近年、増えている指し方ですね。さあどうしますかね。銀上がって、まあ6六ついちゃう手もありますね。6六6四歩。まあ2五つきますか。3三角でね、まあ1回は受けてきましたね、相手の方もね。さて、まあこれいろいろ指し方ですね。6五桂、これちょっと前のね将棋ウォーズでも言ったんですけど、6五桂と飛んでくる手を相手の方が狙ってるので、それに対する対策ですよね。それがとっても大事です。大乱戦のね含みもあるんでね、まあ角を引くとやってきますかね、桂を飛んでね。とっても激しいんですけど、どうなるかな、それは。まあ5六ついとく手もあるんですけどね。5六でもまあ5六ついてみますか。まあね、角を引いてもう大決戦をね、もう戦う、受けて立つっていうね指し方もあると思うんですけどね。はい、来ましたね。これでもね、桂ね、銀出て、これは乱戦ですね。はい、8六歩ですか。これはものすごい大乱戦ですね。同飛車で来て、これ桂取るとどうなるんですかね。桂取れそうですけど、歩を打つと飛車寄ってくる。桂馬を取ると、まあ普通はね飛車が来て8七歩取るんですけど、多分7六飛車とね、もう横歩かっさらってくるんですよね。桂馬置いてんでね、あとね、まあ、5五歩とつく手もあるんですよ。5五歩とつくと穏やかかな。これ5五歩とつけば角道が止まるんで一番穏やかな受け方ですね。5五歩とついて次6五金を目指す。そうすると相手方も6四歩とついてみたいなね、お互いにこう折り合う。ここで6五銀と取るとどうなるかっていうのはね、一つね問題ですね。取れそうなんでね、桂取るとどうなんだろうか。やってみますかね。桂を取って、まあ危ないかもしれないですけど、どうなるのか。まあこれね、角持つとね、私も9五角がこれ王手飛車取りがあるので、さあこれでどう来るかですね。まあこれ桂馬取れてね、まあ飛車がこう効いてるんでね、8八角成同金で大丈夫。さあ飛車来ましたね。飛車で来ればね、で8七歩なのかな。でもちょっとね歩切れになっちゃうんでね、まあこれは部分的にはあるんですけど、まあ同金なら9九角成、それで7七桂もありますし、9八金じゃ辛いのかな。あと7七金って上がる手もあるんですね。そうすると8八角でしょうか。微妙ですけどね。そんなまあめちゃめちゃ厳しい攻めという感じでもないんですけど、どうやるのがいいのかな。同金で角なって7七桂だと8六香と取ってくるのかな。9八金か。9八金は一番強くて何も上げないよって手ですけど、9五角みたいな手があるかな。9八金だと難しい。9五角に玉寄ってしのげないかとかね。金寄るとどうやっていくんだろう。5七角、金寄り危ないかな。金寄ってみますか、思い切って。ちょっと危ないかもしれないですけどね、これはね。本当は持ち時間がたくさんあればいっぱい考えたい。そう、角ですよね。これでね、玉寄ってこれでしのげないかなってことなんですよね。これめちゃめちゃね、これ9五角って鋭い手で、6八桂馬と8八歩成なんですけど、まあ玉寄っといてね、飛車の横木を通して8八歩成で同金。これでどうですかね。相手の方も角しか動いてないですからね。他にね、まあ駒組みを進めていると、将棋ってね、駒組みを進めていれば、例えばこういう時に、銀の応援が効いたりとか、まあもっと言うとね、歩をぶつかる場所がいっぱいあったりするんですけどね、まあこれはね、さすがに、この突破は、私は優勢でしょうね。今こう突破されましたけど、さあこれはねさすがに優勢だと思うんですが、どうするのがいいのかな。まあ次5七桂を狙っているのか。なるほどね。まあ簡単ではないですね。5七桂と打つ手を狙っている。これどうまとめるかですね。形勢ははっきりいいと思うんですけど、5五角と打つのがいいのかな。取って桂馬打って、まあこう桂馬を打たすんですけどね、この子伸びていくのがいいか、王様上がってねやるのがいいか、どっちがいいか。桂打たしちゃった方がいいかな。8四角と打って全てを防いじゃうってありますかね。いやちょっとでも強気すぎるかな。角打つ、まあ王様薄いんでね、現状私が実はこれ飛車得なんですけど、飛車得なんですが、まあね簡単で、まあ4六角と緩めとく手あるかな。4六角と打っとく。
そうすると8六桂かな。王様上がってくぐらいがスマートですかね。いやちょっと難しいですね。迷いますこれ。打っときますかなんか。難しい。これ8四角と打てばね、王手でこう5七桂防げるんですけど、そうすると4二玉と上がられちゃうんでね、少しこう柔らかめに受けて、次にね2四歩同角が一応王手になるんでね、少しこの王様を王手しちゃえば4二玉でかわす感じなので、少し緩めてね、香車取る手も含みにって感じですね。次は5五角もあったんでね、ここはね手が多かったです。もう7四銀とか攻めちゃう手もあったと思うし、桂ですから、これは遊び駒の活用で本筋ですね。なるほどね。飛車を打つのがいいかな。8一飛車と打って桂跳びに上がる。飛車打ちますか。これで8八歩成を防いでって感じですね。で4五桂には玉上がるのがいいかな。難しいけど王様上がりますか。さて難しい勝負ですね。簡単ではないですね。こっちの方もやっぱりね王様薄いですからね。ただ相手はでも桂馬しかないんでね、これは冷静に指せばね私の方が優勢ですね、おそらく。優位なんですが、皆さんも経験あると思うんですけどね、持ち時間が短い将棋で、玉が薄いとね、王様が薄いとそれだけでね相手にとってのね相手のプラスなんですね、かなりね。なのではっきり言って簡単ではないということですね。ここ8六桂で打てばこの金が取れる格好ですよね。ただこれだとちょっと、気が利かないなってことで考えてたんですかね。さてそろそろ反撃を考えたいですね。5五桂と打つとか2四歩突くとか、2四歩同歩同角はどうなんだろう。歩を突いてこうなって取って、2四歩普通かな。2四歩が一番普通でしょうか。金取って同香でもね5七金には同角と取れるので、すぐにね、こっちの様詰む詰まないじゃないので2五歩突くのがいいかな。局面はね優勢ですね。繰り返します。一回取っときますか。これで5七金取ってきても同角同桂成同玉で角を渡してもね、すぐには、寄りがないのでね。金を取られましたけど、依然として、駒の損得がですね、私の方の、駒得してるんでね。ただ歩成って香車を取ってくるぐらい来るとね、やっぱり攻めもね手厚くなってくるので、金打ってきましたね。これは同角と取るしかなくて、同桂成同玉の時にきつい手が来るかどうか。この時ちょっと怖いですね。相手また角持ってるんでね。角ですか。これは、王様引くと馬を寄って、王様引くのがいいかな。桂合い、王様引くんでね、で馬寄ってこようってことでしょうか。そちらにね手厚くね、こうですね、駒の損得が桂2枚損ぐらいまでね下がったのでね、今度はねゆっくり指そうってことでしょうか。これは銀手がいいかな。馬寄りがどれぐらいきついかですけどね、銀出ていきましょう。これでね6三銀成とね普通に活用していくと。さあね、大駒2枚ねになって、一時飛車得だった駒の損得がね、桂2枚の得ですね。私も桂2枚得に縮まったんですけど、その代わりね王様がある程度こう安定したというのが大きいところですね。先ほどまでね王様がこうふわふわしてましたけど、これ銀になってね、これはねはっきり、さっきもね、さっきより駒の損得的にはね駒の損得がね縮まったんですけど、局面がねこう分かりやすくなってきたんですね。これ桂馬打って分かりいただけますかね。王様が安定するとね、皆さんこれ角は取られたけど、先ほど王様これ一人ぼっちになってたのがねこう9八に行って、場合によっては3八玉と打てばね硬いので、あと相手の王様にもねこう手がつき始めたんで、こう駒の損得は縮まったけれども局面がね、先手取って前に進んだというかね、そういう感じですね。あとはこの飛車がうまいことねあと働けば、これはどうやるのがいいかな。5三成銀でいくか5三桂なら、これ開き直った手ですね。5三桂ならずでいくのもきついし、成銀寄って5五桂とか重ねて打つ手もきつい。単に5五桂もきついですね。単に5五桂かな。この場合は単に5五桂がきついかな。これ難しいです。いろいろあるところです。これ力をためてね、5三桂ならず5三成銀どっちもあったんですけど、この馬を止めて桂馬を打つことで次にね2四飛車とこの馬をね取るんですね。この馬取って3三に金打てばもう一発でね相手の攻めをすることができるので、この馬がね嫌な馬なんでね止めちゃうと。
3二玉と言われてあるんですけど、それでもね場合によっては切っていった時にねこの馬が止まってますからね、切らないで寄せる手もあるかもしれないし、そうですね、投了になりました。ありがおめでとうございいますはい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大津で実況対局の方やってまいりました。はい、今回の将棋はね大乱戦でしたね。はい、私がね、先手番で矢倉を目指すところに相手の方が超急戦ですよね。ただね今回の急戦はですねもうプロの公式戦でもね類似系があるような、初めて見たという方にはね驚かれたと思うんですけれども、最近先手矢倉に対する後手番のね、対策がもうかなり進歩しましてね、非常に有力とされているね形の一つだったんですよね。今回はね若干、無理筋になって、私が優勢になってね押し切ったんですけど、本当にね、細かいところは難しい、変化もあったね将棋でした。この将棋のね詳しい解説は解説戦の方でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かった方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さよ